皆様こんにちは。今回はマレーシア人と結婚されている方に発行されているレジデンスパスという滞在資格についてご説明させていただきます。マレーシア人と結婚した外国人の滞在資格っていうと、普通配偶者用のソーシャルパスのことを言いますよね。でも、イミグレーションアクトの施行規則、これを見てみると、配偶者用のソーシャルパスと永住権とその他にもう一つ、レジデンスパスカテゴリー3というのがあるんです。今回はそのレジデンスパスについて解説させていただきますので、特に国際結婚をされていて、配偶者用のソーシャルパスで3年以上お住まいになっておられる方は、ぜひ最後までご覧になっていってください。私の結構近い知り合いにマレーシア人と結婚して10年ほど経つ女性の方がいて、その方はマレーシア人の配偶者用のソーシャルパスを使ってマレーシアに住んでます。私は機会があるごとに永住権を取得した方がいいよって言ってるんですけど、私はいいやとか、旦那が相手にしてくれないなんて言ってなかなか申請をしなかったんですね。でもその彼女がようやく重い腰を上げてコロナ禍の中で永住権を申請しに行ったんです。以前の動画で永住権の申請とフォローアップの方法をご紹介しましたが、マレーシアの永住権を申請するとほぼ 100% の確率でリジェクトレターが送られてきちゃうんですね。そしてご多分に漏れずその方の元にもリジェクトレターが送られてきました。それでアピールレターを書いた方がいいのかと私に相談してきたんですね。まずそのリジェクトレターを見せてもらったんですけれども、そのレターにはですね、リジェクトだけじゃなくて、なんとおまけがついてきました。何がおまけなのかをちょっとお見せしますね。ここに書かれているように、永住権及びレジデンスパス審査パネルは、永住権をリジェクトするが、レジデンスパスをルルース、ですからアプローブしたっていうふうに書いてあります。永住権はダメだけど、申請もしていないレジデンスパスが許可されたっていうことですね。こんなことするのかと感心したんですけど、私の知り合いはレジデンスパスのことを全然知らなかったんですね。周りの人に聞いたらしいんですけれども、誰も知らなかったっていうことなんです。皆様はご存知でしたか？私は知ってたんですけれども、私の周りでは持っているっていう人はあんま見かけなかったような気がします。それでは早速、マレーシア人の外国人配偶者に発行されるレジデンスパスについてお話しさせていただきます。まず最初に、レジデンスパスっていうのは種類があるんですよね。一般的に知られているレジデンスパスというのは、ビジネスでマレーシアに移住しようとする方が結構厳しい条件と高いお金を払って取得するものなんですね。それでその名称はレジデンスパスタレントというもので、よく RP-T なんて省略して書くことがあります。そもそもマレーシアのイミグレーションアクト施行規則にはレジデンスパスというものが書かれていて、これはマレーシア人と永住者の家族に発行されるものなんです。さっき言ったカテゴリー3ってやつですよね。実際のところは配偶者だけでなくて、その子供、例えば連れ子だったりとか、ご両親も条件さえ満たせれば申請ができるようになっています。マレーシア人と離婚、死別された方にも申請の資格があります。マレーシア人と結婚されている方でなく、永住権者と結婚された方にも申請が可能で、この場合はご両親についての申請は残念ながらできません。カテゴリー4と呼ばれています。申請の資格はこのようになるんですけれども、マレーシア人と結婚された方は3年滞在した後に申請ができると書いてあります。では、そのレジデンスパスというのは、配偶者用のソーシャルパスとどこが違うのかということについて、これから説明させていただきます。レジデンスパスと配偶者用のソーシャルパスは意味合いが似てるんですけれども、レジデンスパスというのはどちらかというと永住権に非常に近いものに当たります。それでその違いっていうのは大きく4つあります。1番目は外国人のマレーシア訪問扱いではないということです。これはね、レジデンスパスが正式にマレーシアの住民ということでパスが発行されます。ソーシャルパスというのは、たとえマレーシア人の配偶者であったとしても、観光のように目的を持ってマレーシアに訪問するための許可でしかありません。マレーシア人のパートナーに会いに来るっていう感じですよね。だから離婚している場合には、離婚した相手に会いに来るという目的の入国になってしまいます。なんか寂しい話なんですよね。でも、レジデンスパスの場合は、住人ということで発行されるパスですので、配偶者と同居どころか、別れた相と別居すらすることができます。非常に頼りがいがある滞在資格だと私は思います。
そして2番目は、レジデンスパスで働くことが許可されているってことですね。配偶者用のソーシャルパスでは働くことはできるんですけれども、雇用契約書を持っていちいちイミグレーションに行って申請しなければなりません。必ず就労許可は出るんですが、パスポートを添えて申請すると、数日後に就労許可のスタンプがパスポートに押されて帰ってきます。その場でもらえないっていうのがめんどくさいですよね。これがレジデンスパスになると、いちいちイミグレーションに行って許可を取らないでもよくなるわけですね。それから、いろいろなパートタイムの掛け持ちをすることっていうのもできるようになります。ソーシャルパスの場合には、掛け持ちは正式にはできないんですね。なぜかっていうと、ワークパーミットというのは一つの会社にしか出ないんです。レジデンスパスの場合は何個バイトしようが自由になります。そして3番目、これはね、学校に行けるっていうことなんです。マレーシア人の配偶者として大学や専門学校に所属する方は少ないかもしれませんが、例えば子供の世話が落ち着いた後にね、じっくり MBA でも取得してみようかななんていう風な場合には、配偶者用のソーシャルパスでは大学院に所属できないんです。ソーシャルパスというのは配偶者と住むことを目的としてますので、学校に行く目的に発行されたものではありません。だから働く時と同じようにイミグレーションからの許可を取らなければならないんです。もしかしたらスチューデントパスに書き換えなければならないかもしれません。ちょっとわかりません。レジデンスパスの場合にはその許可の必要が全くないんですね。楽です。そして4番目はビジネスができるっていうことです。マレーシアには2つのタイプのビジネスがあります。一つはセンディリアン・ブルハットのような株式会社と、もう一つはエンタープライズと呼ばれる個人事業主のようなものです。前者を ROC、後者を ROB と呼び、それについての法律もそれぞれ Company Act 2016、Registration of Business Act 1956というふうに分かれています。ROB の場合は個人事業主ですから、毎年の公認会計士による監査がいりません。レジデンスパスに与えられているビジネスの資格についての原文を見ると、パルニアガアンとなってます。マレー語の文章では通常会社センディリアン・ブルハットのことをシャリカットと書きますが、あえてパルニアガアンと表記されていますので、Registration of Business Act 1956における個人事業主 ROB のことを指しているものと思われます。以上の4つが配偶者用のソーシャルパスと異なる点になります。レジデンスパスは配偶者用のソーシャルパスと比べるとかなり自由が与えられていますので、申請できる方は申請した方がいいと私は思います。それで気になるレジデンスパス取得にかかるお値段なんですけれども、レジデンスパスタレントと比べるとすごく格安で5年間で500リンギットになります。配偶者用のソーシャルパスの取得にかかる費用はわからないんですけれども、仕事を変わるたんびにイミグレーションに行ったりとか、その他の煩わしいことを考えると、5年間で500リンギットぐらいならいいんじゃないかなと思います。どうでしょうか？お高い買い物でしょうか？今回はマレーシア人の配偶者に発行されるレジデンスパスについての説明をさせていただきました。お役に立てましたでしょうか？私はまだマレーシアの配偶者でレジデンスパスで住んでいる方と会ったことがないんですけれども、もしこの動画をご覧になっている方でレジデンスパスで住んでるよっていうような方がいらっしゃいましたら、どうぞコメントを残してください。今回の動画は以上となります。この動画が気に入っていただけた方は高評価や登録をぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。